1999年4月ホンダ S2000 デビュー。オープンスポーツでありながらサーキット走行をこなせる光合成ボディ、そしてカミソリのようにシャープなハンドリングなどリアルスポーツの名に恥じないポテンシャルを秘めていた。2001年9月初めてのマイナーチェンジ。それまでのシャープすぎたハンドリングをマイルドな方向にリセッティング。持ち前の高いコーナリングスピードを引き出しやすいスポーツギアとして正常な進化を遂げた。そして2003年10月、よりスポーツライクなバンパーデザインとともに新型 S2000 がデビュー。注目なのはそのタイヤサイズで、リアホイールにはついに245サイズが装着された。それに合わせボディ補強、サスペンションの新設計、さらには駆動系を強化。新型 S2000 はどんなハンドリングを見せてくれるのか。新型 S2000 徹底チェック&チューンド S2000 最速戦。今回のホストバージョンは新型 S2000 に注目したいと思います。よく言えましたね、やっぱり。新型 S2000、はい、出ました、これです、はい、どこが変わったんですかね、これ。顔がね、顔がシャープになったわけですね。引き締まりましたね、でこの旧型はね、ちょっとこうシビアすぎるんですよ、ピンクね、それをね、なんかマイルドにしたんです。そういうことなんですね。はあじゃないってことはまず最初にやることは、君が旧型、僕は新型。それで競争。おお、誰か一人忘れてんちゃうかい。チューンド S2000 に乗って現れたのはジュイボーラー。ジュイボー言うな、ちょっと待ったらんかい。ジュイボーラーなんかちょっと大人になったよ、この間。緊急再現するんやったら旧型チューン入れてもらえないのか。なんでレースクイーン乗せてくるわけ、わざわざ。いやいや、もう俺の登場の仕方はもうこれね。チャラ男ホットバージョン2年ぶりの登場となる初のちゃん。今年は SP エアクイーンとして活躍。なんでチューニング感が入るんだね。ダメですよね。新型早いんやろ。チューニング感で勝負したらやないか。この間なんか元山とサイドバイサイドに勝ったもんだから、ちょっと偉そう、この鉄砲ウィーナー。いやいや、もう土屋君照れてやがる、照れてやがるね。ってわけで新型のポテンシャルはどんなものなのか、新旧比較バトル。チューンドは旧背景とサスペンションのみの街乗り仕様。まず3ラップスバトル。新型のドリドリが好スタート。 MCR の11もドリドリをぴったりマーク。リプレイは旧型のオリダー。クラッチが詰める。11は F1 最終戦張りのロケットスタート。早い。なんでそんな早いの、ちょっとね。ABS も進化した新型。試験侵入のブレーキングで差を詰める。旧型のオリダーはどうよ。この辺のさ、リアの安定感が全然違うよな。10秒逃げちゃいけない。ファイナル 4.3 の MCR はノーマルと団地の加速。立ち上がり早い。低速トルクの細い S2000 には効果てきめんって感じ。ふざけてない、ちょっと早すぎない？マジでこんな早いのね。新型の方が単位のところがいいかな。ふざけてやがる11。ちょっと逃げるな。マジ早い。オープニングラップで早くも MCR がぶっちぎり体制。今回気分ええぞ。俺はムカついたぞ。出た必殺技の試験スレー。おいこらドリキン、おいとなるとオリダーもまぜ初走行の11に洗礼。こいつらだが加速に勝る11はすぐさまオリダーをパス。ほらこんなこともできちゃうもんね。
ざま見ろ。いやーね、汚さにもね程があるね。スーパースタードリフトキングのやることじゃないね。追いついてやる。追いつかれちゃう。こんな遊んでる場合じゃない。オリダーの旧型は1万5000キロ走行の初期型 S2000。前の2台と同じスピードで進入するとオーバーが強い。おい、まっすぐ速いじゃんちょっと。足回りを中心とするシャシー性能に大幅な改良が加えられた新型は高いスピードを維持しながらも安定した挙動を見せる。オリダーはショートカットを使っても2台についていくのがやっと。新型のドリドリはトップをキープできるのか。あー、コーナリングはやっぱ速いね、こっちの方が。全然。ライトチューンとはいえ峠で抜群の評価を得ている MCR が相手では新型も辛いか。ここで来ちゃう、ここで来ちゃう。あれ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 速いなんと Z コーナー進入でサイドバイサイド。だがここはイン側のドリドリがポジションを死守。残るは最終コーナー勝負。立ち上がり加速を生かしてドリドリのインに入りたい11だがここで痛恨のシフトミス。立ち上がりはどうだ。マジよーしよしよし。バトルは新型ドリドリが疑惑の勝利。よーし、チャンピオンやっつけた。あのね、そのコースの走り方を11はまだ分かってないっていうかね、ラインドにミスったあそこ、あれね、あそこのね、第1コーナーっていうのかな、あそこがね、ちょっと微妙に遅いのよね。まあね、ノーマルカー対決、新旧の対決としてはですね、やっぱ新型はいい、速い。いいですね。後ろから見ててね、コーナーの隊員が旧型ねブリンってなっちゃうんですけど、新型その辺が安定するから。なんともないこうヒューッと入ってって余計なステアリングの操作もない。隊員でリアがあるからトラクションにつながるみたいなね。そこでリア旧型アクセルも踏めないんで、そこでちょんちょんちょんとどんどん離れてっちゃう。ね、その違い。でこの大人げないチューニングカー。チューニングはやっぱりね、隊員から立ち上がりまでのね、あとこのコースのピックアップも合ってるしね。むむむむむ、そこに怪しい人影。あなたは一話相談役。なんで新旧の違いって何なんですか。やっぱり乗って分かるように、呼んだ必要ないでしょ。まあジオメトリーがね適正化されてるよね。どういうこと。旧型はねだいぶスコートに対してちょっときつめについてるんですよ。アームの取り付け位置なんかが。旧型はシャープなハンドリングを狙い、あえてノーズをダイブさせないジオメトリー設定となっていたが、その分ピーキーなハンドリング特性を持ち合わせていたのだ。新型のジオメトリー変更の効果を確かめるために旧型に新型のタイヤを装着。とっても意地悪なテストをしてみる。タイヤの変更だけで旧型のハンドリングは変わるのか。でも動きはやっぱりピーキーさは変わんないんやね。やっぱり足回りが変わったわけじゃないからタイヤだけだから。やはりタイヤを変えただけでは新型のような安定した挙動は得られず、でもタイムはコンマ5秒アップ。じゃあその逆はどうなのさってことで新型に旧型16インチを装着。合わねえなやっぱり。新型のつもりで乗るからやっぱりタイヤのキャパがちっちゃいんだよね。タイムは17インチよりコンマ5秒ダウン。でもドリフトコントロール性は抜群って感じ。新型でも遊ぶには面白いね。結果新型はタイヤ以外でも進化していることが確認できた。前後重量配分50対50、マックス9000回転の VTEC エンジン。市販車としては類を見ないリアルスポーツ S2000。 その速さを限界まで高めたチューニングマシンをプロドライバーはどのように手なずけるのか。究極のフロントミッドシップドライビングシーケン S2000。 1台目のマシンはマゼで S2000 最速のタイムをマークしている
シーケン S2000。エンジン内部はノーマルながらレーシングカーばりのボディメイキングで大幅に軽量化。サスペンションはマゼを走り込んで作られている。ドライバーは折戸学。走り屋系 GT ドライバーとしては土屋圭一以来となる GT500 優勝を飾り、一流ドライバーの仲間入りを果たしたオリダーのドライビングに注目。までのポイントはね、僕が考えるのは全てにおいてね、1個のコーナーというよりもこういう試験もカクンカクンと2つ曲がってる、ここもカクンカクンと2つ、ここもカクンカクンと2つね。でポイントとするのはやっぱ2個目、ストレートにつながる2個目のコーナーをどう攻めるか。試験に入っていくとこのブレーキング、これはねやっぱコースなりに行くんじゃなくて、コースをこう横切るような形でワイドに、ブレーキングを重視してまっすぐブレーキングできるように。で2個目の立ち上がりを全てこうねトラクションを大事にかけられるようにいくのがマゼサーキットのポイントかなと。ジェイズレーシング S2000。続いてのマシンはエンジンの 2.2 リッター化とレーシングマシンと同等のボディワークを行ったジェイズレーシングの S2000。その車重はわずか940キロ。 TI とセントラルの NA レコードを持つこのマシンの目標はつくば59秒。ドライバーは脇坂十一。F1 ジョーダンのテストパイロット経験もある生粋のフォーミュラー乗り11のスーパードライビングに迫る。大体小さいコーナーだと僕はS2000 の最初の回答性を利用してリアを流し目で入ります。その流し方ですけれども、あまり流しすぎると次アクセル開けたい時にそれが逆にオーバーステアにつながったりするんで、流してアクセルをポンと乗せた時にトラクションがかかる程度の流し方で小さいコーナーは大体曲がります。ただね、最終コーナーだけ上手にABS を働かしてアンダーステアを作ってハンドルを切ってアクセルを早く開けてやる。これがポイントじゃないかなと思います。スプーン S2000。 そして3代目はスプーンが第2世代の S2000 チューニングの先行開発として製作したマシン。車重は3台中一番重いとはいえ200キロ軽量化。サスペンションはいち早く新型に基づいたジオメトリーに変更。どんなコーナリングパフォーマンスを見せてくれるのか注目だ。ドライバーは土屋圭一。今年はレギュレーション改定により速さを奪われた NSX で苦戦を強いられた。だが土屋圭一の速さに陰りはない。これ軽量化していくと割と軽く動く、ピクピク動く、ピクピク反応するぞシリアスバージョン。試験員はカクンカクンと曲がらない。で1個目は直線的に入ってきて、この2個目跳ねないように立ち上がる。あるいは跳ねる車は試験員の2個目は縁石に乗らない。乗るとどうなるか、ポンと跳ねて着地した時にアクセルが入れられなくなる。Z コーナーですね。大事なのはこの第2ヘアピン。第2ヘアピンにアプローチしていくスピードを維持しながら第2ヘアピンをきれいに曲がる。ここもきれいに曲がる。ここも VTEC から外れます。 S2000 は今ファイナル落としてる車は全然大丈夫ですけど、ここもねちょっと縁石使って回転を上げてやる。うわーんって上げて落ちた時にちょうどホイールスピンが起きてるっていうと VTEC が効いたまま3に入るということでした。チューンド S2000 最速戦 in マゼ。この車はですね、エンジンこそノーマルなんですけど、このマゼで走り込んで作ってある車なんで、特にこういうコンディションだと速いかもしれない。 S2000 の超過激バトルをお送りしたいと思います。究極の S2000 です。文字にとらわれた猿みたいになってるわけですが、ウェットコンディションバリバリチューニングカーということでグイグイいきます。ブンブン。それぞれキャラクターの違うマシン、そしてドライビングスタイル、それらがバトルによってどのように生かされるのか。ロケットスタートが得意のオリダーだが今回は不調。11はまたまた抜群のスタート。
マジ11。なんとこの悪コンディションの中試験侵入のブレーキングで並んだ。なおもドリドリをぴったりとマーク。アンダーで曲がんない、アンダーで曲がんない。ティーズはバトル前に深溝の A032 を装着。コース上のどこでも仕掛けられるって感じ。スタートで出遅れたオリダーも前の2台に食らいつく。Z コーナー2個目の立ち上がりではイン側のラバーグリップを嫌ってアウトアウトアウトのウェットライン。11はドリドリスプーンをロックオン。さっき解説してくれたトラクションドライビングでストレート勝負に出る。2.2 リッター仕様のパワーでトップに浮上。ハイドロ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 。タイムアタックでは好タイムをマークしたシーケン号だがこの路面には合っていないみたい。なんか全然トラクションかからんねよ。スプーン号もドライ志向の強いタイヤとこの路面がマッチせず新型ジオメトリーのサスペンションセッティングを生かせず苦戦。雨の土をもってしても危ないと言わしめるコンディションでの11のドライビングに注目。進入は早めのブレーキングだが立ち上がりではステアリングをまっすぐにした状態でいち早くアクセルを全開にできている。これがリスクを抑えながらも車の性能をきっちりと引き出すドライビングなのだ。さすがのドリドリにも付け入る隙がないと思いきやここでトラブル発生。うわ火ついた。うわおお消えた。なんとジェイズレーシングはエンジンブロー。ここでバトルは終了。ファイヤー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 。ファイヤー、さすがスターは違いますね。ああやっぱ常にね燃えてるね。違う、あんなとこできっと火出さないもん。でもねやっぱり乗ってるとね罪悪感もね多少やっぱりドライバーとしてあるのねなんか潰したんじゃないのみたいなね。早かったですね、でもあそこまでね。でも早くても壊れちゃダメなの。あ、まあそうですね。やっぱこうホットバージョン見てる人たちはこのホットバージョンを見てチューニングの方向性をどういうふうにしていこうかって考えてる。だから壊れちゃダメなんだな。でもねまあストレート全然速いです。2.2 リッターってどう？いや扱いやすかったよ。どこでもなんかさ回転下がってからもね結構いいしね。どこでも並んできたんだけどあと車もねそこそこトラクションもあって。君のはいまいち元気なかったね。ドライだと多分ね比較的いいんだと思うんですけど、ウェットはねちょっとダメですよね。スプーンのはね全体にまとまってる。でねアクセルオフのアンダーが結構強いのはデフだね。だからアクセル入れるとこう巻き込んで入ってくれるんだけど、アクセルオフコーナー中トン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 ってアクセル上げてました。そうするとプップッとぶつよばい。ということでね、やっぱ究極の S2000 ですから究極の終わり方ご覧いただいたと思います。新型の登場でチューニングも第2世代に突入。ますます S2 から目が離せなくなる。